やっほー、田野エルナです。久しぶりみんな。ちょっとなんか画角変だから変えます。お久しぶりです皆さん。てかさ、ちょっといきなりなんだけどさ、イライラした話1個していい？本題に入る前に自転車乗ってたの。自転車でフーフーフーって感じで行ってて、道頓堀のもう御堂筋の難波ザ・難波っていうところに信号で待ってたら、なんかキャッチみたいな男の人が来て、お姉さんなんとかなんとかみたいなの言ってくるのね。そう言ってきたから無視してたのずっと。でなんかしつこかったのね、めっちゃ。もう止まってる間ずっと言ってくるみたいな。で「What?」みたいな感じで言ったの。じゃあ外国人みたいな。日本語喋れないの？それとも聴力障害者って言われて。もうあいつ本当になんでああいうやつが耳ありえない。この世界は矛盾だらけです。あいつだけは絶対許さない。もう顔覚えたから、お前のこと覚えてるから。気づけ。まず迷惑ってこと気づけね。まあそれは置いといて、皆さんみんな久しぶり。なんかちょっと今日何かが物足りない気がする。これかぶった方がいい？新手のジュジュってかね、かぶらない方がいいと思う。まあいいや、これでいきます。今日皆さんに集まってもらったのは何をするかと言いますと、こうやったっけ、今私25歳なんですけど、で今年で26歳になるのね。私が30歳になるまで5年もないんですね。でその約5年の間に何ができるのかみたいなっていうのを考えてて、で私いろいろしたいことがあったりとか、人生プランがあるんですね、頭の中では。けどやっぱりなんか思い描いてるだけじゃ行動に移すのはなかなか難しいというか、なんかどういう風にしていっていいかわからない、どう叶えるかわからないと思って、一旦この紙に書き出そうと思って書き出したんです。100歳まで私が生きるとして、今25歳だからあと75年しかないってことじゃん。75回しか夏を過ごせない、75回も過ごせないかもしれないっていう事件が発生するんですね。いろいろ考えないといけないなと思って、ちょっと今日はみんなに私のマイライフプランをちょっとやりたいこととか、なんかそういうのを口に出した方がいいと思うのね。やっぱりやりたいことがあるならどんどん本当に言った方がいいと私も思ってて、最近本当にここの小屋にこもりっぱなしで、彼氏とか家族とかしか喋る相手がいないんですね。だから本当に今日は喋りますわよ。なんか今日すごいもういっか、今日すごいけどなんかすごいけど、いつもすごいけど、なんか今日一段とすごいけど、なんかこのピアスいらないかな。ちょっとピアス外そう。私は今まですごく自分が可愛い、自分が一番、もう自分だけを見て生きてきた。何か選択をする時とか、何かこう決断を迫られた時に、まず自分がどうなったらいい方向に行くかとか楽しめるかっていうのを一番に考える。もう無意識にやってたことなんだけど、分析したのね。このマイライフプランを考えるために分析したの、自分のこと分析した結果、それっていうのはすごく大事で、でも時にダメな時もあるの。自分のことばっかりになりすぎちゃって相手のことを考えれてなかったとか、例えばね、そういう時もたまにあります。だからたまにそういう時は反省するし、そういうとこダメだったなみたいな、自分のことを考えすぎちゃったなって思うんだけど、でも大体は自分のことを信じて、自分のやりたいこととか楽しいこととか思うようにやれば問題ないと思うのね。この年24歳25歳26歳とか、そこら辺だったらいろいろ結婚だとか仕事だとかいろんなことで悩むと思うし、いろんな選択をしなきゃいけないし、それによって人生って結構ターニングポイント決まってくると思う。いろいろね、今決断をしないといけない、いろいろっていう時期なんですね。私たちっていうのは今分かるし、私もその一人です。のでライフプランを見てみましょう。私のこれ見える？反対になってんね。反対になってるわ。ナウが25歳なんですけど、ここに書いてることを読みます。ここに書いてるのはまずジュエリー制作をひたすら頑張るということですね。あとエピックジュエリー、私のやってるジュエリーブランドを大きくするっていうこと。
で夏と冬にポップアップをする。夏もう決まってるんです、実は。はい、ここで発表したいと思います。まだちょっとね、インスタとか公表してないんですけど、7月24、25、2日間東京でポップアップやるので、皆さんぜひ来てください。私が自分でジュエリーを作り始めて初めてポップアップやれるようになったので、場所を押さえたので、もう皆さんぜひお待ちしております。いっぱい新作これから上がるので楽しみにしていてください。ちょっと今日紹介すると、これとか、あとこの中にこういうボディチェーンって言うんですけど、こういうのとかちょっとキラキラのこういうのとか、あとバングルですね。バングルとかリングとか、もっともっとネックレスとか上がるので、またチェックしてください。インスタでまた言います。撮影もこれからポップアップ用の撮影とか商品の撮影とかしていくので、また見てください。一人で海外旅行に行くっていうことを私はしてみたいのね。韓国とかは行ったことあるんですけど、近場じゃなくてもっといろんなとこ行ってみたいなと思って、一人で海外旅行に行くっていうことは今年やりたいことっていうか、やること、 YouTube を週1投稿するっていうのを書いてるんですけど、今年に入ってすぐ3個ぐらいバーってあげたんだけど、そっから撮ったりもしたのね。でも何この動画みたいな、もうぶちゃくちゃ喋りまくって、なんか意味がわからない動画だったから消したりとか、もうやり直しとか思って、でやっと今日撮ってるって感じです。はい、だから週1 YouTube とりあえず頑張る。 YouTube 頑張ります。はい、貯金のことは考えずに投資に注ぐって書いてます。エピックのことだったりとか、ジュエリーを作るなんか機械を買ったり、将来につながること、今のこの目先のものとかことじゃなくて、お金はそういうことに投資に注ぐっていう。今までは私も服とか化粧品とか美容系とかめっちゃ好きだったから、今でも好きなんだけど、めっちゃ我慢してるし、もうそのお金あるんだったらこの機械買いたいみたいな、この道具買いたいっていうのがすごいあるからね、いつも応援してくれるからなんですけど、それで回ってるから、この調子でもっともっとただ回すだけじゃなくて、もっと大きくどんどん大きくみんなでしていこうぜっていう感じです。さっきの話とつながるんだけど、エピックを始めたのも、私がやりたいからだし、私が楽しいと思うからだし、そういうファッション好きだし、ジュエリー好きだしで始めたんだけど、だんだん次第にね、みんなこれ喜んでくれるかなとか、これみんな好きかなとか、これあんま好きじゃなさそうだなとか、みんなのこと、購入してくれる方のことを思い浮かべながら最近は作ることが増えて、すごい私の中では変化がありますあと、私はリッチだと思い込み生活スタートって書いてるんですけど、大事、マジで大事なこと言うね。今から聞いて。私はお金持ち、私はリッチだよ、リッチビッチだよみたいな感じで思い込むんですね。じゃあお金が降ってくるというか、動きをしてくるの、だんだんリッチの動きっていうのが科学で証明されてるかわからないけど、でも本当にそれはあると思ってて、だから私はやめて、私は何でもできるし、リッチなんだよって思い込んだら何でもできると思いますので、皆さん思い込んでください。思い込みってマジ大事だからね、本当に。結構前だよ、めっちゃ前なんだけど、その子が脇がで自分で言ってたの、私脇がないんだよねみたいな、だからそうなんだって感じで思った。その子がいつからか匂わなくなったの。その子が最近私匂わなくないみたいな言ってきて、匂わないどうしたのみたいな言ったら、思い込んだらしい。私は脇がじゃないって、私の脇は全然臭くないし匂わないって思い描いてたら匂わなくなったらしい。本当に匂わないわけでも匂わなかったの、本当に。だから思い込みってマジ大事なんだなと思って。でもそうじゃないだってさ、自分の脇臭いんだよねみたいな、汗臭いんだよね、臭いんだよねって思ってたら臭くなりそうじゃない？だから思い込みは大事なんです。はい、次26歳、来年、今年26になるから、今年か。インスタフォロワー10万人ですね。あと 1.4 万人。そしてエピックのフォロワー1万人。今3330人なので、7000人ぐらい増えたらいいなってか、増やします。そして YouTube 登録者今3万280人なんですけど、それを10万人にします26歳中でね。そして26歳ではエピックを認知拡大するために
コラボする、どっかのなんかブランドとか、まだその詳細はわからないけど、そういうのとコラボしたりとか、あと私はビジネスパートナーを見つける、相棒を見つける、信頼できる、もうエピックを一緒に任せれるというか、一緒に本当に一緒の熱量でできる人を見つけるっていう。で、あとまたポップアップをするとか、あと韓国でポップアップする。最近購入してくれる方、韓国の方が多くって、リップカフっていうのを私出したんですけど、リップカフ、韓国の方すごい反応が良くって、日本人より韓国人の方が好きなのかもしれない。リップカフめっちゃ人気です。韓国人に流行らせちゃおうかな。よろしくお願いYouTube をちゃんと頑張る、片手間にやらないって書いてますね。エピックと YouTube の二刀流、どっちもメインでやっていきたいみたいな。だからみんな見てください。よろしくお願い。で、27歳のところは家族を旅行に連れて行ってあげる。で、ジュエリー職人を雇う。パリに住んでみる。友達と旅行に行く。で、その流れとしてはビジネスクラスで旅行に行くんですね。海外旅行で、行きの空港でシャネルのバッグをお揃いで買う。ビジネスクラス乗り込んでシャネルのお揃いを写真撮ってインスタストーリーでお揃いみたいなのあげて、フライト乗ってまた現地でいろいろ買ってお揃い買って行くみたいな。私のmy dream flight。私 TWICE のナヨンちゃんがすっごい好きなんです。タイプの顔、私もすごい大好きだから、ナヨンちゃんにジュエリーをつけてもらう、エピックをつけてもらうっていうのが本当に夢やねん。うちの夢やねん、本当につけてもらいたいな。ナヨンに認知されるっていうのがやっぱ27歳では一つの目標を掲げることになりますね。ラッパー部門もエルちゃん見てますか？よろしくお願いします。エルちゃん大好き。見てないと思うけど、よろしくお願い。28歳はまず一番最初にリルテッカに認知されるって書いてありますね。私リルテッカ大好きなんですよ。彼氏が US のヒップホッパーとかめっちゃ好きですごく聴いてるので、私も US ヒップホップとか全然聞いたことなかったのね。だけど聞いてみたらめっちゃいいじゃんと思って聞くようになったんですよ。で、それでいろいろ聞いた中でリルテッカの曲の感じとかラララララーンみたいなやつあるのよね。それが可愛いの、可愛いし、私のタイプの感じの曲でリルテッカ大好きで、去年もさ1年間でさ総再生数みたいな、総再生時間みたいなやつあるじゃん。リルテッカがダントツ1位で4000何時間かっていうリルテッカだけで聞いてたぐらい本当に大好きなのね。おばあちゃんを海外に連れて行くってことですね。前にね、覚えてるかわからないですけど、おばあちゃんが死ぬまでにニューヨーク行こうみたいな言っていいよって言ってたんですね。その時覚えてないと思うけど、それ本気にしてるので私が連れて行きます、ニューヨークに。おばあちゃんと一緒に偽物のミッキーと写真撮りたい。で、29歳あんま書いてないけど、パリでポップアップ開催って書いてます。私パリマジドリームシティなんですね。ドリームシティだからパリでポップアップやりたいし、パリに住んでみたいし、ファッションウィークに招待されるって書いてますはい。で、私がじゃなくてエピックがファッションウィークに招待される。夢はでかくってことですからね。29歳薄いの。29歳2個しか書いてない。それなんだけど、29歳はそれだけで、30歳結婚&出産、ディーバーマム爆誕。30歳ぐらいには結婚したい。30から35の間でして、出産を35歳までにしたい。まあね、いろいろタイミング次第だし、もうこのファッションウィークとか呼ばれてたらそんなねどころじゃないって感じだから、とりあえず30歳にしてるけど、まだ見て、そこはエピックの方は自社工場を持つ。今はこうやってアトリエを借りたりとかして、デザインから制作から配送までやってるんですけど、1ボックスとかからシルバーにする工程、それは工場に頼んでシルバーにしてもらうっていうのをやってもらってるんですけど、そこからまたシルバーにしてもらったのを戻してきて磨いたりとか、石を止めたりとか、そういう作業は私がしてるって感じなので、それを全部一貫してシルバーにする作業も自分の工場を持ってやれたらいいなっていつかは思ってて、それが30歳の時、一緒に作る仲間をたくさん増やすっていう。私今1人だけなんだけど、職人さんをたくさん集めて一緒に働くっていうのをしたいなって思ってます。30歳あと5年でまあここに
大きく書いてるのが、友達や家族、彼氏の家族とか大切な人に恩返しをしていく30歳からは、そういう年にしたいなと思ってて、で、とにかく働く、動く、言葉より行動をする。20代のうちはそうやって動く、もうとりあえず動きまくる、もう働きまくる。今夜の9時半なんですけど、帰ろうかなと思ったの、8時ぐらいに思ったけど、いや待ってよみたいな、ちょっと帰られないなと思って、まだまだいけるぞみたいな、私も若いし YouTube を撮ろうと思って撮ってます。そんな感じですね。とりあえず今日はちょっと長くもう40分ぐらい話しちゃってるので、もう前半ということで、そういうことで私の人生設計というか My Life Plan をいろいろ考えてて、私の人生とか、みんなも人生いろいろ人それぞれあると思うんだけど、それはもう自分だけの小説だと思うのね。変えようと思ったらそのストーリーっていつでも変えれるの、やればいいだけだからさ。一人で成功するより、みんなとどうせなら成功、喜びとか楽しさとかを分かち合えた方がさ楽しいじゃん絶対。お金持ちになって一人でさ海外旅行にバンバン行けて、高級なバッグ持ってて、ギルテッカーに会えたとしても、うちの大切な人とか周りの人たちが不幸だったりとか、どん底に落ちたり悲しい思いをしてたら嫌なんだよね。だって私が楽しめないから。そこに繋がってくるけど、でもそれって相手のためにもなってるくない？私が楽しめないからみんなもそういう風にならないでほしい。だから私ができることはみんなのこと何でもするよって話も聞くし、失恋したらどっかぶち上げに行くし、じゃあその子のためなのかって言ったらそうではなくて、私のため、結局は。だからそれって循環って感じじゃない？私のためにやってるんだけど、それがその子のためになってて、その子がまたいろいろいい方向に進んだら私も楽しくなるし、一緒に遊べたりとか一緒にイエーイってできるから、私も楽しい。循環？わかる？結局私のためでやってることが相手のためにもなってるのよ。わかる？そういうこと。そう、それを言いたかった。今日それを言いたかったちょっと待って、水飲まして。酸欠になってきた。ちょっと充電ない。今小説書いてる途中だよみんな自分の小説書いてる途中。もっと面白いものにしていきましょう皆さんで。だから皆さん、100歳まで残る、記憶に残るポップアップ、みんなで一緒に作り上げましょう。絶対来てな。ちなみにみんな大好きチェオンも来てくれます。嬉しい。チェオンとまたできる。皆さん長々とありがとうございました。じゃあな、おやすみ、バイバーイ。